してまた再度整えていきます。皆さんこんにちは。パティシエの徳永淳二です。本日は王道のショートケーキを作っていきたいと思います。クリスマスのシーズンや、お誕生日に向けて手作りされる方も多いと思います。ではまずスポンジから作っていきたいと思います。だいたいね、型の大きさが直径12センチで、高さはだいたいね5、6センチのものですね。まずこれの長さの紙を切るので、まずこの紙の高さは型より少し高いぐらいの高さ、こんな感じで中に敷き込んでおきます。で、続いてこの下に敷く紙、これを切っていきます。これを中に入れておきます。はい、こんな感じで型は用意しておきます。では、スポンジ生地を作っていきたいと思います。まず薄力粉を振っておきます。これは必ず、ざるなんかでふるっておいてください。これふるっておかないとね、最後までダマが残ったりするので、必ずこれはふるっておくこと。こういったね、ちょっと塊の部分が最後まで混ぜても残ってしまうので、しっかりざるでこうやって振っておいてください。これは一旦置いておきます。そしてバターとサラダ油を合わせて湯煎で溶かしておきます。弱火で溶かしておきます。溶けたら OK です。で、ここでポイントなんですけど、スポンジってバターだけで、溶かしバターだけで作る場合が多いんですよね。サラダ油を、入れることで、バターは冷蔵庫に入れると固まってしまいますけど、サラダ油は固まらないんですよね、冷蔵庫に入れても。なので冷えても硬く締まりにくい。そのためにサラダ油を少し加えていきます。で、続いて全卵、そして卵黄、卵の黄身ですね。で、砂糖を一気に入れます。で、これを泡立てていきます。で、通常こういったショートケーキとかに使うスポンジって少し人肌に温めたりとかする場合がほとんど多いと思うんですけど、僕の場合はあえて冷蔵庫から出したての冷たい卵を使います。それは何でかっていうと、あったかいと泡立つのは早いです。でも気泡が少し粗くなったりとか、きめの細かいスポンジになりにくいです。でも冷やしていると逆に時間がかかるんですけど、しっかりしたきめの細かいしっとりしたスポンジが焼き上がることになります。ではこれを、泡立てていきます。で、最初は泡立てるときは最高速度で泡立てていってください。これも泡立てるときは一箇所だけずっとこうやって当てながら立てるんではなくて、ハンドミキサーもこうやって回しながら泡立てると全体が均一に泡立てやすくなります。これぐらいの状態ですね。垂らして少し筋が残る程度、これぐらいまでしっかり泡立てていきます。で、ここで必ずこうやって最低速度で1分ほど混ぜてやります。そうすることで大きい気泡とかちっちゃい気泡とかいろんな気泡がバラバラ入っていると思うんですけど、それが均一な気泡になって、きめの細かい整った、スポンジができることになります。ではここに小麦粉を入れていきたいと思います。上にこう小麦粉を加えてゴムベラで混ぜ合わせていきます。ボールをこう回しながら自分の方に左手で手前に回す。で、ゴムベラを手前に回して一番下から上にこう持ち上げていくというような混ぜ方をします。こうすることで下からきれいに混ざりますし、気泡が潰れにくい、混ぜ方になります。まだちょっとザラッとした感じになっているんですよね。これが艶やかな状態になるまで混ぜていきます。これぐらい、さっきと違って艶やかな一つにまとまった生地になっていると思います。こうなったらサラダ油とバターを溶かしたものを加えていきます。全体にこう散らしながら入れていきます。で、これもまた下からこう混ぜていきます。必要以上に混ぜすぎると
いい状態でなくなってくるので、混ざったなと思ったらもうこれで OK です。でこの生地を先ほど紙を敷いた型の中に流し入れていきます。表面を少しねゴムベラでこうやって混ぜ合わせてください。でこう均一になったらオーブンに入れていきます。これは180度のオーブンです。必ず180度に予熱したところに入れてください。スイッチを入れたりだと温度が上がってないので生焼けになったりとか焦げたりする原因になってしまうので、180度で24分間焼きます。ご家庭のオーブンとかだと多少の力の差があると思うので、もしかすると28分入るかもしれないし、23分で出ちゃうかもしれないんですけど、それはちょっと焼き上がりの目安もご説明したいと思います。はい、では、クレームシャンティーを作っていきます。クレームシャンティーというのはホイップしたクリームのことですね。まず氷水をこうやって用意しておきます。その上にボウルを置きます。これは何でかっていうと、常温で泡立てていくと生クリームの温度がどんどん上がっていってしまって分離したりとかわさついたりとかする原因になるので、必ず氷水の上で泡立てていってください。これは40% のクリームなんですけれども、38% とか 42% でも多少の誤差は問題ないと思います。そして砂糖を加えます。そしてもしあるんであればバニラエッセンスを少し加えます。では泡立てていきます。この生クリームを泡立てるときは必ず冷蔵庫から出したてを使ってください。常温に放置とかしているとそれはそれでまた温度が上がってしまうので、ハンドミキサーの速度は、高速でいいと思います。これぐらいのクリームの感じですね。落としたら少しあとは残る程度。だいたいこれを、7分立てぐらいっていうんですかね、スポンジに塗ったりするときは手でちょっと泡立てながら調整しながら使っていきますので、硬くなりすぎないように注意しておいてください。お、ちょうどなった。で、スポンジを出すときはまな板の上などに出すので、この上にちょっとね紙を引いておきます。出します。こんな感じでスポンジが焼き上がってます。これでも焼き上がりが生だったら怖いなっていう時は竹串をこうやって刺して、ここに生地がね生だったらついているんですよ。これがついてないんですよ今。だからちゃんと焼き上がってます。で焼き上がったら必ずこのようにショックを与えてやります。こうショックを与えることで中の熱い空気が抜けてくれて、それ以上焼き縮みがしないようになります。この紙の上にこう逆さに置いておきます。でこの逆さにする理由も、下の方の生地は目詰まっているけど上の方がやっぱり軽いので気泡が粗くなっていってます。こう逆さに向けてちょっと重しをしてやるっていうんですかね、上の部分で。そうすることで平らにもなるし面の大きさが均一になっていきます。そのために逆さにして冷やしていきます。でこれを常温で、大体1時間ぐらいですかね、冷まして、冷蔵庫にまた冷やしておきます。ではこれはM サイズのイチゴですね。これをショートケーキの中に使っていきたいと思います。8粒使います。蓋を取っていきますね。で続いて先ほどこれ焼き上がったスポンジですね。これをスライスしていきたいと思います。こうやって紙を剥がします。裏の方も剥がしますね。これはね割り箸を重ねたものになります。これを使うことによって均一に同じ厚さに切ることができるのでとても便利です。こうやって置いてこれに沿ってスライスしていきます。はい、これで3枚用意できました。続いてこれにクリームを塗っていきたいと思います。本来僕らが生クリームを塗ったりするときはこういった回転台とか使うんですけど、やっぱりこういうのってなかなか家庭にないと思うので、お皿を使ってクリーム塗っていきます。これね2枚重ねてるんですよ。こうやって下にはね必ず濡れた布巾とか置いておいてください。そしたらこれ滑らないです。こうまた同じお皿の大きさのものを置いて、そうするとこうやって回転しやすくなりますよね。やる時のポイントなんですけど、できるだけお皿の中心に置くこと。もしこうやってずれてたりするときれいに波打って濡れなくなるので、必ず中心にこのように置いておいてください。で先ほど
だいたい7度立てぐらいの生クリームでしたよね。これぐらいちょっと緩めの生クリーム。これだと中にサンドした時にだれたりとかするので、だいたい8分立てぐらいまで手で泡立てて、硬さを調整します。で、全体に混ぜてしまうと全体が泡立ってしまうので、ここの部分だけ、一部だけ、ここだけこうやって立てていきます。そしたら柔らかいクリーム、硬いクリーム両方使えるので、仕上げの時に絞りの時にちょっと柔らかめのクリームを使いたいので、そういう分け方して立てていきます。こんな感じで手首だけでこうやって混ぜていきます。こんな感じ。さっきはホイッパーでこうやって持ち上げることできなかったんですけど、これを塗っていきます。スポンジ1枚置いて薄く塗ってやればいいです。塗りやすいように回しながら、この一番下の部分は薄くでいいです。で、2枚目を重ねてやります。この層にいちごをのせていくので、少し生クリームを厚めに塗っていきます。さっき切ったいちごを並べていきます。この時のポイントで、欲張って中心まで並べたくなるところなんですけど、周りだけにしてます。中心に置いてしまうと、切り分けた時に中心が一緒だとすごい切り分けにくいです。そのために中心を開けています。で、ここにさらに生クリームをかぶせていきます。こうやって塗ったら、ちょっといちごがね、こうやって表面見えるぐらいでいいです。この上にスポンジをのせていきます。ではまずね、このサイドのこうやってちょっと空いた部分、ここにクリームを塗っていきます。こういったヘラの先の方ですね、先だけを使いながら塗っていくっていうイメージで塗ると綺麗に塗りやすいです。こうやって置いてこう伸ばしていって、そしたらここにちょっと溜まっていくんで、こうやって後ろにまた下げて、これを繰り返してやります。で、サイドが塗れたら続いて上、上をこうやって塗り広げていきます。で、またサイドにこう塗っていきます。はみ出した部分をこうやって取っていきます。一回こう取ったらボウルの縁でこうやって切ってください。生クリームをこんな感じで。で、これで下塗りできたんですけど、続いてまた薄く上から塗っていきます。この泡立ってないクリームがありますよね。ここを使いながら塗り広げていきます。で、また上にのせていきます。適量を上にのせたら、このように塗り広げていきます。そしてまたサイドを整えていきます。ヘラをこう固定して、こうやって回転台だけ動かして仕上げていきます。この時にしっかり腕をこう上げてください。こうやって脇をしっかりちょっと上げてやって、ヘラをこう当ててやる。そうすることで綺麗な円柱になります。このはみ出した部分を取っていきます。取るときはヘラを上面と平行にして、こう内側に向けてこう取っていきます。で、少しずつこう回転させながら取っていきます。で、最後にちょっと仕上げをしていきます。こんな感じで別皿とかに乗せ替えたらいいと思います。で、取る時も最初にヘラを入れます。で、こう浮かせます。で、左手をこう入れます。で、これでこう持って糸を中心に置いたら、まず左手を抜きます。で、右手のヘラを抜きます。そしたら綺麗に
移し替えることができます。生クリームを絞っていきたいと思います。ツヤのある柔らかめのクリームを絞っていきます。硬すぎるとね、どうしてもバサバサして見た目が良くないので。で、6箇所絞っていきます。ぐっと押さえて上に上げる。ぐっと押さえて上に上げる。これを繰り返します。で、飾りのいちごを切っていきます。ヘタ付きのものが2粒、ヘタを取ったものが8粒ですね、用意しておきます。クリームの間に1個ずつ置いていきます。次にこれをね、半分に切ります。で、ヘタの取ってある方は4分の1にカットしておきます。で、これを、バランスよく細かい部分とかね、竹串とか使うとすごいつきやすいです。ちょっとランダムな感じでカットしたものは置いていきます。はい、これで出来上がりになります。はい、では、ショートケーキをカットしていきたいと思います。50度ぐらいですね。お風呂よりちょっと熱いかなっていうぐらいのお湯に包丁をつけて温めながら切るとすごく切りやすくなります。温めてこの水気を取ってカットしていきます。そうすることでこうやってスパッと切ることができるので、こうやって6分割にカットできます。では試食してみます。スポンジがふわふわできめ細かくて美味しいです。今回のショートケーキはいかがだったでしょうか。これからのクリスマスシーズンやお誕生日に向けての、ケーキとしてご活用いただければと思います。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。日曜夜はテレビで情熱大陸。